はい、皆さんこんにちは。モノルです。今回はですね、ゲームサーさんから、新発売されたですね、スーパーノバーっていうね、コントローラーのレビュー依頼を受けましたので、こちらね、ご提供いただきました、コントローラーレビューしていきたいと思います。ゲームサーさんと言ったらね、こちら、サイクロン2ですね、かなりクオリティ高くて、私もね、すごく好きなコントローラーの一つです。スーパーノバーっていうコントローラーはね、以前、ノバっていうコントローラーが出ていたんですが、そちらのね、進化版っていうことになるんだろうと思います。こちらもね、かなり期待できるんじゃないかなと思ってね、楽しみにしています。早速ね、チェックしていきましょう。まずはモノルの方でゲームサースーパーノバのスペックをサクッとチェックしていきたいと思います。カラー展開は、ブルーとピンクの2種類で、ブルーが黒ベース、ピンクが白ベースのね、デザインになってます。白ベースのデザインの方もね、相当可愛らしくていいなって思いますね。で、対応機種は PC、スイッチ、iOS、Android の4機種。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続となっています。スティックはホールエフェクトスティックを採用していて、スティックの重さは 60g フォースっていうね、ことでした。かなりね、適度な重さのスティックですね。ホールエフェクト採用ということで、劣化によるね、ドリフトっていうのもね、抑えられるっていうね、耐久性の高いスティックが採用されています。背面にボタンついています。遅延の値はね、後で詳しく見ていきたいと思います。ポーリングレートは有線無線ともにね、1000Hz ぐらいということです。トリガーストップ機能は、ストロークが短くなるタイプのトリガーストップ機能というのがついています。ジャイロセンサーを搭載していて、マクロ機能にも対応しています。本体重量は 262g っていうことでした。価格は現在 Amazon で7299円っていうことですね。早速ね、開けていきたいんですが、いつものゲームサーのね、封が入ってますね。よいしょ。充電ドック入ってるんですね。よいしょ。これは充電ドック付きのモデルだからなのかもしれないですね。充電ドックなしもありそうです。いいね。なかなかこれね、カラーがブルーだったんですが、意外とね、持った感じちょっとずっしりと重さがある感じがします。十字キーはこういうね、一体型になってるタイプのね、分離していない十字キーになってるんで、これもね、良さそうな気がします。電源入っちゃった。すごいな、周りの LED が結構おしゃれに光りますね。いい感じだと思います。それでこちらにね、充電ドックがついてました。よいしょ。いいね。シンプルな充電ドックですけど、ちゃんとね、USB ドングルを挿す端子があるタイプの充電ドックなんで、ここにこうやってね、乗せておけば充電されて、持てばすぐに無線で使えるようになるのかもしれないですね。ちょっと後で試してみたいですね。で、USB ドングルは、とりあえずここに挿しとこうかな。で、こうやって挿しておけば、ちゃんとね、ぴったりはまっていいですね。あとは、中身が、USB ケーブルは2メートルぐらいですかね。質素な普通の作りの USB ケーブルが付属していて、あとはですね、いつもの取扱説明書とステッカーと合格証といったね、いつものセットが入っているのと、なんか1個見慣れないものが入っているようです。これは何でしょうか。これですね。いつものウェルカムカードでした。マニュアルは後で見るとしてしまっておきたいと思います。というわけでね、スーパーノバなんですが、このね、フェイスプレートが変えられるっていうことで、2個ね、フェイスプレートも一緒に送られてきました。フェイスプレートの中もちょっとね、どんな色のフェイスプレートがついてきたのか見ていきたいと思います。これ多分別売りかなと思うんですけどね。よいしょ。なるほどね。普通のシルバーというかね、グレーのフェイスプレートと、
あ、いいね。なるほど。こういうね、赤色のフェイスプレートっていうね、2種類が入ってます。ちょっとね、青色からフェイスプレート変えてみたいと思います。これを持ち上げて、これを持ち上げた方がいいのかな。あ、そうですね。上から持ち上げると単純に外れて、このね、ボタンが簡単に外れちゃうのでってことですね。そうですね。ボタンはこの状態からすぐ外れるようになってるので、これで、なんで、これあれですね。今こう ABXY ボタンこうなってますけど、ここをね、外して、こうやってね、ABXY ボタンを入れ替えて、まあこれでいいよなって正直思いますよね。実際。なるほどね。ABXY ボタンのね、AB と XY 入れ替えたら、こうスイッチ配置にね、変えたりっていうこともできます。これはね、いいですね。普通にこれは、もうこういうやり方でいいよなって思いますよね。なんか以前はね、ゲームサーだと、タランチュラプロですか？機械式でね、モーターでこのね、表示が変わるなんていう凝った作りのコントローラーもありましたけど、十分これでね、やりたいことはできちゃうっていうところがあるかなって思います。はい。で、こうやると、グレーになりました。色味はどれが一番いいかな。はい、こちらが、レッド、赤ですね。どうでしょう。私はそうだな。なんか割と気分で変えてもいいかなって気がしますけど、グレーがいいかもしれないですね。はい。結構グレーがシンプルで好きかなっていう気はします。そしたらちょっとね、簡単に充電ドックで充電してみたいと思います。いいよ。いいね。まあね、充電ドックと本体の LED が連動して光るんですね。で、充電中はこんな風に光ってくれます。すごいな。さすがゲームサーって感じしますね。ゲームサーのこういうデザインとかね、細部の完成度の高さっていうのはね、本当に素晴らしいですね。はい。で、本体の方ね、ちょっと詳しく見ていきたいんですが、ABXY ボタン、十字キー、メンブレンですね。この辺のボタン、おそらくタクトスイッチで、ちょっとね、押し心地はまあ普通ですかね。LB、RB はメンブレンですね。で、背面ボタンがついてます。こちらタクトスイッチになってますね。で、モード切り替えスイッチですね。Bluetooth、有線、無線ドングルっていう3つのモード切り替えスイッチがついてます。アナログトリガーはストロークが、通常このぐらいあります。トリガーストップ機能があって、トリガーストップをオンにすると、ストロークはこれだけ短くなります。かなり短めでね、マイクロスイッチボタンとかにね、切り替わるトリガーではないんですが、これだけ短ければ FPS でも十分使っていけるんじゃないかなっていうトリガーストップになってます。まあ、とにかくこの LED がいいですね。本当に。はい、射撃訓練場に来ました。ですね、まず背面ボタンの設定やっておきたいんですけど、M ボタンと背面ボタン、設定したい方の背面ボタンを同乗してですね、すると、はい、LED が点滅するので、設定したいボタンを押して、設定したい方の背面ボタンですね、を押すと、設定ができるみたいです。はい、できましたね。特に何も設定いじってない状態でのドリフトっていうのは、ちょっと下に癖がついてるかなぐらいですね。これはね、キャリブレーションしたらすぐに治るかなと思います。ちょっと打っていきます。どうだろう、これは。そうですね。気持ち低感度かなっていう気が
しますね。ただかなり控えめに低感度って感じがします。今までのゲームサーの製品でね、TMR スティックのものっていうのは特にかなりね、低感度度合いが強かったんですが、これはね、あんまりそこまで、強烈に低感度っていう感じではなさそうですね。せっかくなんでね、ゲームサーコネクトの方で、感度修正とかね、レスポンスカーブの計測やってね、ちゃんと打てるようにしてから使いたいなと思います。はい、というわけでね、今回もレスポンスカーブの測定っていうのをやってきました。測定にはこのようにですね、マイクロメーターを使って物理的にスティックをどんどん倒していってですね、その時にね、得られたゲームへの入力値っていうのをゲームパッドテスター上で、見て、Excel に入力してグラフっていうのを作成しています。はい、それでこちらがね、スーパーノバのね、スティック感度カーブの計測結果になります。この赤色の線がね、デフォルトの、特に感度カーブとかをいじってない時の、レスポンスカーブですね。やや低感度にはなってるんですが、今までのね、ゲームサーの製品にあったね、ここの0から1ミリのところの極端な低感度っていうのがなくなっているっていうのがすごくね、ちょっとね、今回の製品で改善された点かなと思います。すごくね、全体的にスムースなカーブになっているので、これならね、特に、リニア化っていうのをしなくても結構、使っていける人はね、多いんじゃないかなっていうカーブになってます。それで、リニア化っていうのをもうすでにやってきてですね、こちらの設定で、緑色の線が、リニア感度になってます。アウターデッドゾーンの方の設定がなぜか反映されなくてですね、ちょっとね、後半部分、感度が低くなったりしてますが、この辺はね、FPS ゲームではあんまり、感度がどうなっていようとね、意外と関係なかったりするので、まあこれでね、結構使い勝手は良くなったんじゃないかなと思います。はい、こちらが誤差の方のグラフになります。デフォルトのカーブも、一貫して20数%ぐらいの低感度っていうところですごくね、デフォルト感度も扱いやすい、コントローラーになってるかなと思います。リニア化した方はもちろんね、FPS ゲームでもバリバリ使っていけるようなリニアな感度にできたと思います。でね、こちらのね、リニア化設定っていうののやり方と一緒にですね、設定ソフトウェア、ゲームサーコネクトの方の使い方っていうところを見ていきたいと思います。はい、それで PC をお使いの方はですね、ゲームサーコネクトっていうアプリがね、Microsoft Store の方で配布されていますので、こちらをね、使うとこの Nova Pro ですね、設定することができます。ゲームサーコネクトのバージョンはね、1.3.1 っていうことでね、最新バージョンにするとね、これが出てきます。X インプットモードで優先接続してやるとですね、このように設定画面に入ることができます。ボタンの設定はですね、すべてのボタンですね、ホームボタンと M ボタン以外はすべて、変更することができるようになってます。例えば R スティック押し込みとかをね、無効化するっていうこともできますし、アドバンストセッティングっていうところに行ってもらえばですね、マウスのいろいろな操作であったりとか、キーボードももちろんできますし、こういうね、数字キーの設定とかもできます。最大3つまで同時押し設定っていうのもできます。連射設定はですね、1ずつ 1Hz 刻みで最大 30Hz まで連射するっていうこともできるようになっています。もちろんね、背面ボタンの設定とかも同様にね、すべての、設定ができて、マクロ機能っていうのもあります。で、スティックの設定の方なんですが、左右のスティックそれぞれにですね、設定をすることができます。デッドゾーンの設定、アウターデッドゾーンの設定ですね、とデッドゾーンの設定ができたり、アンチデッドゾーンですね、ゲームとかでね、切れないデッドゾーンが入っている場合とかですね、は、これを入れてあげると、ゲームのデッドゾーンが 5% 入っているものをですね、まるでそのデッドゾーンがないかのように操作することができたりします。で、スティックのね、アウターデッドゾーンの形ですね、を四角と丸、深淵とね、2つ選ぶことができます。はい、今こちらですね、左スティックがロー四角形で、右スティックがサークル円になってます。この状態で深淵度チェックをやってみるとですね、はい、左スティックがこのぐらいの、深淵度で、
右スティックがね 0.1% っていうかなりね精度の高いスティックになってます。だいたい 0.48 ぐらいでねマックス入力されなくなるっていうことで、まあデュアルセンスとかねというよく似たね純コンとよく似た、四角形が、ローの方ですね。まあこちらの設定はね、完全に好みで決めてしまってもいいのかなと思います。あとね、アドバンストマッピングっていうとこを選択するとですね、縦横のね、なんて言うんですかね、比率ですね、を変えたりとか、反転させたりとかですね、こういったこともできます。カーブの形に関してはですね、こういうね、すでに設定されているものから自由にこうやって選ぶこともできますし、はい、自分でね、5つの点からこう設定を手動でね、こう変更するってこともできます。こういうね、極端な設定とかもできますね。はい、それで先ほどのね、リニア化設定なんですが、まずね、ここの一番左下の点はいじらずにそのまま00でいいです。2つ目の点を1の4に設定します。かなり細かいんですが、1の4ですね。で、3つ目の点を4の12です。4の12ですね。3つ目の点が50の71です。はい、50の71ですね。で、4つ目の点が、ちょっとね、機能してないんですが、90の100っていうね、風にしています。これを左右両方ともですね、設定してあげればですね、リニア化設定っていうのが完了します。こちらのね、アウターデッドゾーンの形はお好みでどちらを選んでいただいてもリニア化はできます。私は好みでね、左スティックは四角形、右スティックは円形っていうね、設定をすることが多いです。モーションセンサーの方ですね、こちらはですね、ジャイロ機能を使ってですね、対応してない、本来ね、ジャイロに対応してないゲームでもジャイロを使えるようにするっていう機能ですね。Steam を使わずにね、こういったジャイロを使えるようにすることもできます。あとトリガーの設定はですね、デッドゾーンが最初入っているので、0、100っていうね、風に私は設定をしました。他は特にいじってないですね。ヘアトリガーモードっていうのを使うとですね、すごくね、ちょっと押しただけで最大入力されるっていう設定もできますが、トリガーストップをオンにしていると自動的にね、ちょっと押すだけで、最大入力になるっていうね、設定が、自動で入りますので、特にね、この辺いじる必要はないかなと思います。はい、あとは振動の強さの設定ですね。で、ライティングの設定っていうね、ことができるようになってます。ファームウェアのアップデートもこちらでできてですね、私はね、届いた時点でね、このバージョン 1.0.6 っていう、バージョンになってたので、アップデートはせずに使っています。はい、このね、ゲームサーコネクトっていう設定ソフトがすごくね、出来が良くてですね、このね、感度カーブを5つの点で変えられるっていうのがすごく優れていると思います。このおかげでですね、今回もね、かなり満足いくリニア化設定ができて、このコントローラーをね、バッチリ FPS で使っていくことができたと思います。はい、それでは、遅延の方のね、計測のためにですね、分解している様子っていうのを見ていただきたいと思います。分解自体はね、とてもシンプルで、やりやすかったですね。で、基板がね、出てくるかと思うんですが、この基板がね、白くなっていてですね、LED をしっかり光らせるっていうね、綺麗に光らせるような工夫っていうのがされていてね、非常に好印象でした。遅延の計測にはですね、電子回路を、メンブレのね、ボタン、上ボタンですかね、に、接続してですね、いつも通りゲームパッド LA さんが配布されている GPDL っていうソフトウェアを使って計測を行いました。はい、それでこちらがゲームサーのスーパーノヴァの、遅延の計測結果になります。はい、たくさんグラフがあって分かりづらいので、ちょっとね、主要なものに絞って表示してみたいと思います。はい、これで一番左の赤色が有線接続の遅延ですね。紫色が Bluetooth 接続、緑色が無線ドングル接続の入力遅延ということになってます。なんかね、無線ドングルの接続はかなり遅めでした。平均でも 22.08 ミリセカンドっていうことで、ちょっとね、これでは使い物にならないかなっていうふうに思います。Bluetooth の方はですね、プレステ4モードとスイッチモードっていうね、この2つで
接続ができて、スイッチモードで接続した方が早かったです。で、スイッチモードの方が 13.21 ミリセカンド、プレイステーション4モードが 14.96 ミリセカンドっていうね、結果になりました。Bluetooth の方はかろうじてね、カジュアルなゲームなら使えなくはないかなっていう遅延ですね。で、有線接続に関してはですね、プレステ4モード、スイッチモードってね、それぞれ、接続がね、X インプットモードと、3つの接続方法で接続することができたのですが、X インプットモードが一番速くて 7.41 ミリセカンドですね。はい、ちょっとですね、遅延周りに関してはですね、正直遅めのコントローラーかなっていうふうに思いました。私はですね、できればですね、どんなゲームでも有線接続でね、X インプットモードで使った方がいいんじゃないかなっていうふうに感じました。有線接続でもね、最大値が、12.26 ミリセカンドあるので、結構ね、遅めのコントローラーにはなってしまうかなと思います。今後ね、もしかしたらファームウェアアップデートとかで改善されるかもしれないですね。はい、それでこちらがスイッチに有線接続した時のスイッチプロコンとの、入力チェーンの比較になります。だいたいですね、1フレームっていうのが 65% ぐらい、遅れていて、で、それ以外が0フレーム全く差がなかったっていうことですね。なので、スイッチプロコンのね、無線接続と比較すると、やや遅れがちかなっていうところになってます。平均すると、スイッチプロコンに対して 0.67 フレーム遅れているっていうことになりました。今まで計測してきた他のコントローラーと比較するとですね、平均的な、遅延かなっていう風な結果になっています。はい、そしたらスプラトゥーン3でジャイロの検証をやってみたいと思います。ですかね。かなりいい方ではあるかなと思います。ただ、スイッチプロコンやサイクロン2といったね、かなりジャイロが優れているコントローラーと比べるとちょっとだけ上下動が大きいかなっていう気がします。はい、続いてですね、Apex Legends のゲームプレイになります。ランク行く前に償いモードっていうね、やつ最近実装されたモードで、ウォーミングアップしてる時ですね。ウォーミングアップなんでエイムはね全然温まってないんで、割とこのシーンとかもねぐだってはいるんですが、このねキーマウかな、なんかわかんないですけど、キャラコンされると全然当てられてないというね。で、この時ネメシスの2倍がなかったんで1倍で頑張って当ててるという状況なんですが、全然当てられてますね。感覚的にはものすごくやっぱりリニアに相当近いっていうかね、順行の感覚と全く変わらずに、操作することができてました。今回からですね 0.1 ミリ単位で、特に、中立付近の0から1ミリの間っていうのは、感度を合わせるようにしているのでですね、相当、順行に近くできたかなと思います。中立付近の精度っていうのも上げる方法をちょっとね編み出したので、それでねやるとね相当近いんじゃないかなと思います。なんでね、こういうところ腰打ちで当てるとことかも自分にしてはね相当当てていけてるんじゃないかなと思います。とにかくねこれ結構日曜の午前中にあったんですが、やっぱねかなり敵や強いんですよね。償いモードってカジュアルでなんかね最近スキルマッチがかなり強くなったってことで、そういう影響もあるのかもしれないですけどね。全員自分と同じって考えたらそれはね一人で突っ込んだら敵強いですよねって感じですよね。でここからが、ランクですね。マッチ一つだけ、チャンピオン取れたやつをね、一通り戦闘シーンだけ抜粋して見てもらいたいと思うんですが、当てたいところには当てられたかなって感じですね。個人的にアッシュ結構苦手でね未だにハンマーもね2000ハンマーしか取れてないとかそういうレベルなんですけど、ちょっとね、その中でですねこのマジさんが超強かったのでなんとかねキャリーしてもらいながらチャンピオン取れたって感じですね。こことかね
打ち合いすぎてっていうか、まあ行くとこないんで打ち合うしかなかったんですが、打ち負けるっていうこともあったんですが、まあこれはね、私のスキルの問題かなって思いますね。はい。で、起こしてもらってですね、最後はもう完全にチャンピオンポジですね。かなりアンチの真ん中に近い上のポジションをずっと取り続けてくれてですね、そこから打ち下ろすだけっていうので、まあ多分相手にね、アッシュとかの移動キャラがいなかったっていうこともあってですね、で、あと、多分これ、この時点で敵2人なんでしょうね。で、それでね、1人ダウンしてもらえたと、最後のバンガロール倒せば OK ってところで、私1人になっちゃうんですが、結構削ってくれてたので、最後は倒せて、チャンピオンを取ることができました。はい、続いてですね、コールオブデューティーブラックオプス6のプレイ動画になります。こちらもね、文句なく当てていけるっていう感じでしたね。もうとにかくやっぱり、この感度っていうのを、ちゃんとね、リニアにできてるっていうことで素晴らしかったです。コールオブデューティーね、ひたすら敵と戦うって感じなんで、かなりこうエイムをねずっとやってなきゃいけないゲームでもあるわけですから、かなりね、エイムの、しやすさ、気持ちよさっていうのがかなり大事かなって思うんですけど、めちゃくちゃね楽しかったです。はい。エイペックスでもね感じましたけど、このスティックであればね、もうずっとね使っていても全然、不満はないかなっていう風に私は感じました。このシーンですかね、私にしては珍しくて、連続で8キルぐらいね、取ることができてですね、かなり、連続キルも取れたっていうところで、まあそれもね、やっぱりめちゃくちゃ低感度なね、スティックではなかなかできない連キルだったかなと思います。はい、ここで惜しくも打ち負けして8キルですね。で、この背面ボタンがちょっと固めのタクトスイッチになってるっていうところはですね、ちょっとね、他のねゲームでは問題になることもあったんですが、 FPS ゲームではね特に、しゃがみとジャンプとかに割り当てている限りはですね全く問題なかったです。まあ、そこまで頻繁にねめちゃくちゃ押すボタンではないっていうところと、そこまでタイミングとかね、がシビアではなくて連打とかもしなくていいボタンっていうことでですね、しゃがみとジャンプとかに割り当てている限りはですね、この背面ボタンでも快適にね遊ぶことができました。まあなんでね、このコントローラーかなり FPS 向きかなっていう風に、感じました。はい、早速ですね、モンハンワイルズの方ですね、ちょっとね、やっていきたいと思います。モンハンワイルズもね、全く問題なくプレイすることがね、できてます。今ね、ちょっとシナリオを進めているところで、まだまだ、ハンターランクも2になったところぐらいで、まだまだ、ボスも弱いなって感じがするんですが、ちょっとやっていきます。私、弓を普段使っててですね、右背面ボタンにシルベの矢をね、ロードするボタンを割り当ててですね、はい、骨系統なんで、接撃日ってことで、シルベの矢をこうやってね、やるといいところなんですが、左の背面ボタンにはね、回避ボタンを割り当てます。ラバラバリン、ラバラバリン、ラバラバリンですね。2できました。まあ実際ね、触ってみた感覚ですね。背面ボタンちょっと硬めなんで、回避ボタンに割り当てるとですね、ちょっとね、硬いかなっていうので、こっち側のね、普通のボタンで操作した方がいいかなっていう気がしました。ただね、あんまり普段使わないようなボタンを背面ボタンに設定してやってですね、まあ、例えば弓だったらですね、シルベの矢の装填と、まあ、Y ボタンとかですかね、
瓶の装填ボタンとかをね、割り当ててやるといいかなっていう気がします。はい、それでね、一応これ、ジャイロにももちろん対応しているのでですね、今ですね、これは右スティックでこう操作してますけど、はい、繋がっている状態でですね、マイナスとプラスボタンを同時押ししてやるとですね、モードが切り替わってですね、こちらスイッチモードになってます。この状態で、オプションからですね、ジャイロによるカメラ操作っていうのをオンにしてあげるとですね、はい、これでジャイロ操作ができるようになります。はい、ジャイロ操作ですね。どうでしょうか。かなりね、スムーズで、バッチリ狙い定めていけるんじゃないかなと思います。このジャイロだったらね、文句ないんじゃないかな。はい。ビタッと止まりますね。はい。これはかなり性能がいいジャイロが集まれているなっていう気がしますね。もう一個ですね、スイッチ操作がちょっとね、この ABXY ボタンが入れ替わるのが嫌っていう場合はですね、デュアルショック4のモードですね、こちらにすることもできます。こちらのモードでもジャイロは特に遜色なく使えそうな感じがしますね。はい。ちょっとね、有線接続でも遅延っていうのは増えてしまうんですけど、こういうね、モンハンワイヤレスで、ジャイロ操作をしたいっていう方にも使えるね、すごくいいコントローラーかなって思います。はい、そしたらね、ストリートファイター6やっていきたいと思います。それもで、いつもやってるキャミーのね、モダンキャミーのコンボ練習っていうとこからやっていきたいと思います。結構いいですね。十字キーは相当入力しやすい気がします。ただちょっとね、こう ABXY ボタンがエンブレンなんですが、ちょっと固めでストロークもちょっとね、大きめなんで、連打がやりづらいかなって気がしますね。そうですね、ちょっと連打がやりづらくて、タイミングにするとね、キャミのこの中盤のフレームっていうのが割と猶予短くて難しいんですが、この辺りの連打っていうのがちょっとね、難しいっていうのと、あとこれですね。このね、この大パンっていうのは結構ね、遅れたりすることっていうのがあるんで、これをね、連打で入れることが多いんですが、ここがね、ちょっと連打で、ちょっと連打しづらいかなって気がします。コンボでもやってみます。いいですね。普通に。普通にね。十字キーはめちゃめちゃいいです。ちょっと十字キーも重めなんで、全体的にボタンが重めっていうところで、連打がしづらくてコンボしづらいかなっていうところで、ちょっとね、格ゲーにめっちゃ一戦級で使えるかというと、そこまでではないかなっていうのが正直な感想ですね。はい、そして最後にアセットコルサですね、振動機能とトリガーの検証のためにね、やってきました。アナログトリガーはとても素晴らしかったです。全く問題なく、アクセルブレーキの操作っていうのができました。またですね、振動機能っていうのもね、すごく優れてました。割と小さな、振動からしっかりとね、伝わってきてですね、大きな振動の迫力っていうのもすごくあってですね、この振動は割と素晴らしい振動だったなって思いました。これはね、結構レベル高い振動だったかなっていうんで、純コンとかですね、あの辺りと比べてもかなりいい方の振動なんじゃないかなっていう風に私はね、感じました。でね、アナログトリガーとかもね、スティックももうリニアにしてあるっていうところで、全体的にですね、非常に、このね、アセットコルサも、かなり走りやすくてですね、良かったですね。タイムの方もね、もっとね、今回出したタイムよりも伸ばしていけるかなっていう気はしたんですが、
これちょっと1回撮影ミスってて、もうプラス3周ぐらいしてたんで5周ぐらいかな。でまあ出せる、あんまりね走り込んで出すタイムっていうよりかはですね、すぐにある程度出せるタイムっていうのを、見ていきたいなっていうところで5周ぐらいでやめたんですが、もうすでにね47秒台は出ていてですね、このラップっていうのが、どんぐらいのタイムが出たんでしたっけね、かなりいいタイムをね出すこともできました。なんでね、非常にねレーシングゲームにもいいコントローラーだったかなと思います。はい、というわけで1分46秒962っていうねタイムでした。はい、以上ですね、ゲームサーのスーパーノバをレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃクオリティが高くてね、素晴らしいコントローラーだったなと思います。使ってみた感覚ではね、かなり FPS 向きなコントローラーかなっていうところで、やっぱりこのね、ホールエフェクトセンサーのスティックっていうのがすごくね、感度がね、スムーズで、かなりいいスティックだったかなっていう風に感じました。ちょっとね、ボタンの深さが深めで連打がしづらかったり、背面ボタンがちょっと硬めかなっていうところとかですね。あとは遅延の大きさっていうところはね、まだまだ改善の余地があるかなとは感じましたが、すごくね、バランスの優れたコントローラーで、さすがゲームサーさんだなっていう風に感じさせられたコントローラーでした。機能がとにかく盛りだくさんでね、検証だいぶ大変だったんですが、ほぼほぼね、このコントローラーの全貌っていうのをね、見ていくことができたかなと思います。やっぱりですね、ゲームサーコネクトっていうね、設定ソフトウェアの出来が本当に素晴らしいなっていうところで、かなりカスタマイズ性に富んだね、いい製品だなっていうふうに感じました。はい、それで私はね、こちらモノルっていうウェブサービスの管理人もやっています。今回ご紹介したゲームサースーパーノバの、いろいろなね、スペックデータとかも載せていますし、価格も随時更新中です。口コミを書き込むことっていうのもできるのでですね、ぜひ皆さんもね、お持ちのコントローラーの口コミを書いていってくださったら嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。はい、以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。